どうも、底辺アクアリスト黄昏です。皆さん、小型熱帯魚の中で一番美しいと思う種類は何ですか？人によって一番綺麗だと思うものは違うと思いますが、だいたい人気種は限られてきますよね。もしよければ皆さんが一番綺麗だと思う小型美魚をコメントで教えてください。参考にさせていただきます。自分にも綺麗だと思う生態はいくつかいるんですが、やっぱりドストライクな小型美魚といえばカージナルテトラですね。まあ綺麗にも種類があるんで、一番好きイコール一番綺麗ではないとは思います。正直綺麗さで言えば自分の中ではトゥッカーノテトラもカージナルテトラと並ぶくらいのレベルです。綺麗のベクトルが違うのでどちらも捨てがたいですが、そんないろんな綺麗さがある小型熱帯魚なんですが、定番種だけど意外と知られていない綺麗な生態が結構いるんですよね。というわけで今回はそんなあまりスポットが当たらないながらも長く愛されている小型美魚を紹介していきますので、ぜひ最後まで見てやってください。ちなみに今まで紹介した生態動画は再生リストにまとめてあるので、気になる方は概要欄からチェック。それではやっていくんですが、今回の購入先はまたもやチャームです。前回のレッドファイヤーシュリンプの動画でもお話していた同時に購入したメイン生態というのは、今回紹介する生態のことだったんです。レッドファイヤーシュリンプもそうだったんですが、この生態も確かセールをやってたから買ったと記憶しています。それにしても小型熱帯魚は複数購入でだいぶ1匹あたりの単価が変わりますよね。大体のオンラインショップがそうなんですけど、ある程度まとまった単位で購入した方が圧倒的にお得です。自分も基本的に定番の小型熱帯魚は10匹単位で買うことが多いです。高額生態になるとあまり金額が変わらないので1匹のみのこともありますけど、ちなみに今回の生態は30匹購入しました。レッドファイヤーシュリンプを襲わない超小型生態をチョイスしたので、数は多いですが混泳に問題はないと思います。カージナルテトラとかも小型ではありますが、やはり小さなエビと比べると結構でかくなりますしね。導入する先は前回同様30センチキューブ気孔石レイアウト水槽です。この水槽のメイン生態はレッドファイヤーシュリンプと今回購入した生態の2本柱でいきます。というわけで今回紹介する生態はこちら、ボララスウロフタルモイです。価格は30匹3300円。1匹110円ということで結構お安め。ただ直近でやっていたセールでは30匹2500円だったので、時期が合えば1匹80円台で購入することができます。ちなみに最小単位の3匹だと1匹の単価が283円に跳ね上がります。30匹に比べて 3.5 倍もの価格差があるので、できれば10匹あたりから買いたいところです。ボララスウロフタルモイデスはカンボジア、タイ、ベトナム原産のボララスの仲間です。別名ボララスウロフタルマとも呼ばれており、体感的にはどちらも同じくらいの頻度で使われている気がします。最近は若干ウロフタルモイデスの方が多いかなくらい。名前の通りボララス属に属しており、もともとはラスボラ属でした。ボララス属で有名な他の生態はボララスマキュラータやボララスブリジッタイなどが挙げられます。最大体長2センチ、適正水温20から28度、水質は弱酸性から中性、餌は池江から人工飼料まで幅広く食べます。先ほど紹介したボララスブリジッタへ同様、小型熱帯魚の中でもひときわ小さい生態で、30センチキューブ水槽に入れてもなかなかの小ささです。これくらいの生態を大型水槽に入れたらマジで見えないんじゃないかレベル。自分の家ではほぼ全ての水槽にサーフェイススキマーを導入しているんですが、60センチ水槽の給水側に取り付けている大きさのサーフェイススキマーだと、ブリジッタイとウロフタルモイデスくらい小さい生態は吸い込まれてしまうので、
使用する場合は何か対策が必要になってきます。飼育自体は容易で、水質にもうるさくなく丈夫な種類ではあるんですが、その最大体長の小ささゆえに、本営は慎重に考えないといけません。定番種のカージナルテトラと比較しても一回り小さいので、下手をするとそのくらいのサイズでも攻撃されることがあります。ウロフタルモイデス自体の性格は温厚なため、小型エビと混泳させても問題ないんですが、他の生態から攻撃されないかを考慮する必要があるということですね。そしてこちらも小型であることが関係しているんですが、餌も小さめのものしかなかなか食べないです。自分の場合は粉餌を混ぜながらブラインシュリンプを与えているんですが、フレーク状の餌は見向きもされません。結構臆病な性格でガツガツ食いつくタイプではないため、餌に関しては小さくて時間が経過するとゆっくり沈下するようなものがいいです。慣れてくれば浮上性の餌も水面付近まで来て食べてくれますが、導入して慣れない頃は目の前に餌が来るくらいがちょうどいいと思います。ポララスウロフタルモイデスの体色はどちらかといえばオレンジ色に近く、ブリジッタイのような目を引く赤ではありません。ただこのウロフタルモイデスにはそんな派手な色とはまた違った綺麗さがあります。それは体側中央に光るグリーンラメのような体色です。体側の上には体色よりももっと濃いオレンジ色のラインが走っており、その下あたりに黒いラインがあります。その黒いラインの上にラメが乗っている感じで、光の当たり加減ではそのラメがキラキラとエメラルド色に光り輝くんです。これが本当に綺麗で、じっくり観察すればするほど虜になること間違いなし。これくらい小型で飼育もしやすく価格も安価であれば、前回のレッドファイヤーシュリンプ同様ボトルアクアでも育成できますし、水槽をインテリアとして設置したいという方にもこのエレガントな色はおすすめです。それでは導入していきます。こうやって見るとやっぱり小さいですね。臆病な性格なだけあって全然出ないので、いつも通り強制的に出て行ってもらいました。導入直後の映像がこちら。体色は抜けていますけど、やはり体側中央のラメ感はすでに出ていますね。仲良く固まって泳いでいるのも高評価ポイント。そして解説の際には言っていなかったんですが、同じくらいのサイズであるブリジッタへと違い、若干対抗があるため、小さいながらも丸っこい可愛さがあってとてもいい。このまま飼育していけばもっと丸っとなるのではないでしょうか。ちなみに導入直後だから群泳しているのか、そもそも群泳しやすい種類なのかは現時点では分かりませんが、これだけ固まって泳いでくれるとなかなか見応えがあります。最近はこういうパッと見そこまで派手じゃないけど、よく見ると上品な美しさを持っている生態にはまってます。原色パキパキだと導入しづらいレイアウトでも、このウロフタルモイデスであれば無難に導入できること間違いなしです。続いて導入から2週間後の映像がこちら。ご覧の通り初日に比べてオレンジ色の色味がだんだんと出てきましたね。特に色味が濃い個体も何匹かいるので、もしかするとオスなのかもしれません。体色が濃い方が薄い方よりもスマートな感じがするので、おそらく合ってると思います。群泳するのは初日だけかと思っていたんですが、こんな感じで結構まとまって泳いでくれるためすごく映えます。SNS に写真を上げる際も頭の向きが揃ってるので、とてもいい雰囲気の写真が撮れそうですよね。個人的には結構多めに生態を入れる関係上、群泳するかどうかは大きなポイントです。どうしてもバラバラに泳がれると絵的にも微妙ですし、群泳している方が数が少なくてもそれなりに多く見えます。生態解説をされているサイトでは、しばしば群泳しやすい種と記載されてあっても、実際飼育してみるとバラバラになって泳ぐこともあるので、ここら辺は実際に飼育している映像をお見せしている分、説得力があるのではないでしょうか。まあどうしても水槽ごとに環境が変わってくるので、必ず群泳するとは言えませんが、自分が飼育している小型生態の中でもだいぶ群泳しやすい種類だと思います。
30センチキューブ水槽に30匹という数だったので、結構圧迫感があるかと思いましたが、これくらいの大きさであれば30匹でもちょうどよく見えますね。やはりこれくらいの大きさだと小さい水槽でも飼いやすくていいです。安価だし、実際に見るととても綺麗なので、もっと人気が出てもいいと思うんですけどね。というわけでいかがだったでしょうか。隠れた小型美魚、ウォララスウロフタルモイデスの紹介でした。先ほどからお話ししている通り、流通量もそこそこで価格も安く、ウォララスの仲間でも極小サイズで、飼育も運営もしやすいという特徴から、とても魅力的な生態だと思います。これが高額生態だとなかなか進めにくいんですが、試しに数匹買うだけでも魅力は伝わるでしょうし、金銭的にも優しいので一度買ってみてほしいですね。体側のラメ感は今回動画ではなかなか伝えられませんでしたが、直接見ると結構輝いているので、多くの方が気に入ってくれること間違いなし。本営相手にさえ気をつければ飼育難易度も高くないので、気になった方は検討してみてはいかがでしょうか。一応概要欄にウロフタルモイデスのリンクを貼っておきます。今後もこういった小型美魚を紹介していくので、気に入っていただけた方はチャンネル登録していただければ幸いです。というわけで今回はここまで。Twitter と Instagram もやっておりますので、そちらも見ていただけると嬉しいです。それではご視聴ありがとうございました。